どうも、最強無敵の復讐者ちゃんよ。早速今日も出撃しましょう。標的は暗霊者たち。ちょっと久々。味方は執行者さんと学者さんね。異物はいつも通りの HP 盛り&重装&その他もろもろ。未だに深き夜で救いの騎手と戦ったことないわ。もう DLC を30戦ぐらいしてるんだけど。まあ標的暗霊者たちは4回だからそこまで確率おかしいわけじゃないか。そのうち1回は血の君主に負けてるしね。さあ出撃よ。奇変はなし。味方の異物チェック。執行者さんは HP もりもりビルド。学者さんはスタンダードな感じね。ちょっと火力不足気味？私と学者さんが夜の侵入者バフを持ってるから足りない火力は聖域巡りで底上げしましょう。とりあえずここの境界に巡礼して横の行動でいいかな。行動攻略後、最速強化するならここね。炎の梶村は平坦なタイプで確定だから証人の位置も地図だけでわかるわ。そこのフィールドボスは外れ。強化した後どうしよう。ちょっと面倒だけどここのボスの黒煙僧兵たち倒す？変みたい。だったらなしね。ちょっとレベルが心もとないけど最北の聖域遺跡行きましょうか。罪人ガチャが悪くなければ大丈夫でしょ。この形状はザメルのタイプね。絶対にザメルに気づかれないように釣り出しには細心の注意が必要よ。よし、これなら大丈夫執行者さん。そこでアーツはちょっとまずいかも。気づかれちゃったか。だったらさっさと倒すしかないわ。守護者はマシだけど一人が忍者なのが危険ね。火力が全然足りてない。学者さんのアース。それならこの状況を打開できるかも。侵入者でもザメルでも間違いなく攻撃食らえばワンパン必至。安全に立ち回らないと。クラゲー。クラゲの攻撃でもワンパンだった。レベル2だし当然か。とりあえず1ゲージなら救助試みましょう。幸い忍者は味方が処理してくれたわね。その点はナイス。周りのクラゲがいるせいで安全な場所がなさすぎる。セバスチャンがタゲ取るまで避難。これならいける？敵来たけど無理やり。焦らず一旦回避すべきだったか？ありがとう、二人とも。でもセバスチャンがやられたからザメルが来てる。ザメル2体？申し訳ないけど3ゲージはどうやっても無理。ヘレンしか残ってないし。でもザメルが引いてくれたわね。せめて残りミリのこいつだけ処理しましょう。とりあえず OK。だいぶ時間かけちゃったけどまあ最低限の戦果ね。外れ。こっちも外れ。残念。侵入者バフ乗せれたからよしとしましょう。味方は境界行きたがってるけどちょっと遠いわね。ここのフィールドボスが戦える相手であることにかけるわ。それにしても今回北側の拠点が外れすぎるわ。変異体黒煙僧兵にザメル拠点、中央は黒剣族で東側は漢樹の番犬遺跡2つ、おまけに西側にも1つ。今思えば行動後は最初から中央取りで行く方が良かったわね。ようやくたどり着いたらボスは老子ね。当たりだけど先に延辺の魔術師塔行きましょう。HP 最大時カットアップ。これで耐久面はとりあえず OK。戻ってきて老子を粉砕。狙われにくくなる付帯はハルモニアに有効らしいけど物理攻撃アップの方が欲しいから今回はスルー。救いの騎手はちゃんと1対1を守ってくれるから床よりブラほどはいらないんじゃないかな？知らないけど。横の大境界で火の僧兵を即処理。収縮はそこね。1日目はこれで終了かな？一応番犬遺跡を冷やかしに来たけど、変異体だしどう考えても無理ね。ちょっとかすった。鉄の宝箱だけ漁って戻りましょうか。成功のかけら1個拾えたからまあ良かったとしましょう。そして1日目夜。火の僧兵ならボスはデーモンみたいね。2日目が血の君主じゃないってのは朗報だわ。
長引いたら出向者さんが成功を譲ってくれたわ。一発一発を絶対外さないように慎重に撃ってたから SP 切れてると思われたのかも。まあありがたくもらっておきましょう。思ったよりいっぱい落としてくれてるわ。さすがに全部もらうと悪いから残してたけど戦闘終わっても誰も拾わないわね。おかげさまでポーチパンパンよ。姫扱い苦しゅうないぞ。2日目はちょっと遠いけど北東の霊陽で南に飛ぶ？おっとそこは黒危険の眷属さんだけど、変異体じゃないしいけるのか？重装あるから私がメイン火力にならないといけないわね。あえ？回復忘れ？いや狂い火の民ね。ここでの瀕死ゲージが今からの黒眷属戦に響かなければいいけど。さあ問題のボス。今あなた瞬間移動しなかった？見間違い？あ、早速さっきの上での瀕死が響いてるじゃない。それよりもさっきの現象。どう見ても瞬間移動してるんですけど、こんな現象は初めて見たわ。離れすぎて自分の位置へ戻る時のあれとも違うわよね。そもそも離れてもないし。そこの話は置いといて3ゲージ瀕死か。アーツないし救助するより死んで戻ってきてもらった方が良さそうだけど。それにしてもまだ2割しか削ってない？これは撤退すべきかしら。でも削った分がもったいないし。あ。セバスチャンがタゲ取ってくれたから救助。いや回復すなー。またやってしまったわ両手の切り替えミス。なんとか味方が救助してくれたけど先行きはとても不安です。一人になると攻撃チャンスの少なさを痛感するわ。特に魔術祈祷は。2個目の成功。さっき味方からたくさんもらっておいてよかったわ。あ。これはちょっとしんどいかも。とりあえず2ゲージの味方だけね。3ゲージは一旦死んでもらった方が。あやべえこへ。ごめんなさい。これは全滅まであるわね。ありがとう執行者さん。ていうかいつまでこいつと戦ってるのよ。でもここまで削ったら今更やめられないわ。こういうの何効果って言うんだっけ？完全にドツボにはまってるわね。こんな時に、一旦壁際退避。いた。くない？今 HP 最大時カットアップもなかったのにこのダメージ。ほとんど朝日夜の時と変わらないぐらい？ダメージ下がったとは言ってたけどこれなら別に壁に隠れなくても良さそうね。それよりもようやく黒眷属撃破。3分半近く戦っていたわ。初めから別の場所にピン刺すか、せめて序盤に撤退を進言すべきだったわね。でもこういう失敗も随分久しぶり。初期の頃を思い出して懐かしさすら感じるわ。味方が仮を処理してくれてこのまま中央砦攻略ね。ここだけで2日目終了まである。城壁上で戦い始めて味方待ってたけど来ないんですけど。これ近いってるわね。とりあえずこいつだけ倒して合流しましょう。お、物理上昇いいわね。お待たせー。黒木刃か、弱めのボスでよかったわ。物理上昇と詠唱速度プラス2の滑車ノド。持っててもよしサブウェポンにもよし。こういうのでいいのよ。タリスマンは、アップデでデメリットが緩和されたるつぼ羽ね。どのぐらいかは忘れたけどとりあえずこれにしておきましょうか。屋上は黄金樹の化身。変異体でもないから助かるー。2日目に砦が手つかずの状態なら城壁上の潜在持ちより屋上ボスを先に倒す方がいいことが多いわね。倒した後祝福の回復を挟めるからね。こんなことは熟練の夜あたりなら当然かもだけど。化身撃破後に失地死処理開始。2日目だとやっぱりサクサク倒せるわね。でも潜在は外れ。中央の老子も楽に撃破。パッシブは物理上昇で当たりだけど武器の方も良さげ。詠唱速度プラス2に物理カット。でも滑車ノドがあるからいらないか。ここは物理攻撃上昇。やっぱりタイムアップね。収縮は何とあと1拠点ぐらいはいけるかな。行くなら雷の梶村か。と
砦タイプならいけるけど村タイプは厳しい。雷のエレメントどもがうざすぎるからね。よかった砦タイプみたいね。以前は正面入って右の城壁に登るルートでボスまで行ってたけど最善はこれ。外側からもここの城壁に登れるのよね。まあ今回は雷拠点だから内部通った方が微妙に早いかも。あと鉄の宝箱の位置も全て把握済みよ。梶村の鉄宝箱は探石2がかなり出やすいから欲しい時に重宝するわ。鉄宝箱の場所追跡者さんに調査させた時の動画が残ってたから数えてみたけど、19回開けて10回探石2が出たわ。たまにレア武器も出る。1回だけレジェンドも出たのよ。あれはびっくりしたわね。鉄宝箱は梶村1つにつき3、4個あるから、全部開けば探石2が出る確率も十分計算に入れていい程度には高いはずよ。まあ行きにくいところにもあるから実際には全部回るのはあんまり効率的ではないと思うけどね。無属性か雷属性でかつ砦タイプ、高低差があるタイプの梶村は行きやすいところに2つあるから一番おすすめ。まあ詳しいことはウィキ見てね。というわけで2日目夜ボス、デーモンの王子ね。血の君主ではないから楽だとはいえデーモンの王子も全体の中では強敵な方。慎重に削っていきましょう。うろそこ王子はビームの時間に殴り放題なのが本当に助かるわ。深き夜で傷ついた王子と戦ったことないけど浮遊火球、いわゆる浮かぶ混沌がとんでもなく厄介そうね。戦ってみたい気持ちもあるけどうろそこ倒しはパーティーへの配信行為とまで取られる可能性もあるから私には無理。出会うとしたら火力特化の超人夜あたりがうろそこを瞬殺するとかかな。まあ火力さえあれば誘導遠敵も阻止できそうだからその場合は意外といけそうな気がしないでもなくもない？ここまで瀕死者ゼロで残り HP1 割。問題なかったわね。でも油断するとああなるから注意。あ、そういやアプデで弓矢での救助に距離減衰がかかるようになったんだったわ。復讐者ちゃんが弓系を持つ理由の半分くらいが消えてしまったわね。マジで全然削れないんですけど。アプデ前は1回で90も削れてたのにこの距離でもこんなに減衰かかるのね。これだったらもう近接で殴った方がいいかも。飛び道具は救助にロックオンが必要だから半端な射程だとむしろ近接救助より危ないまであるのよね。まあ私が遠距離救助に慣れてないのもあるけど。まあでもこういう SP 温存したい時には便利なのは間違いないこのクロスボウ。マルチだと味方が生きてる時はそれほど隙の大きさは重要でないけど、味方2人落ちてる極限状態で極めて安全に攻撃できるのがいいわよね。ダメージはあれだとしても少なくとも安全にアースゲージを稼げるわ。で3日目。ゴミみたいなファームだと思ってたけど結局レベルは15までいけたわね。ただ付帯はやっぱり万全とはいかないか。まあ HP 最大時カットアップがあるだけ全然当たりの部類。とりあえず前哨戦。アプデで消えなくなってから3日目に重装使うの初めてかも。あなたの本当の力、見せてもらうわ。未だにこの前哨戦の戦い方を確立してないのよね。とりあえずファミリーをおとりにするのは有効。本当に安全に行くならソロの時みたいにマップ端外周ぐるぐるしながら攻撃するのがいいと思うんだけど。マルチでそれやると結構な遅延になっちゃうのよね。今回は火力もあるしさっさと殴って数を減らすことにしましょう。処理完了。一発食らっちゃったわね。ここは聖杯温存で回復。お、これは。ついに来たわね。どうでもいいけど広域化されたアイテム、毎回一瞬紅葉の香りかと思ってしまうわ。紅葉は黄金樹に誓ってと競合するからね。まあ本体はバリアだから上書きしても問題ないだろうけど。分裂時の戦い方は、とりあえず最初は味方に合わせましょうか。ちょっと日和すぎたか。でも分裂状態は乱戦が一番危険なのよね。2体以上との戦闘はどうしても事故が。こういう感じでね。こうなると救助がかなり難しいのよ。瀕死になった味方の近くには間違いなくハルモニアがいるから分裂状態で安全に救助するチャンスは少ないわ。やっぱり散らばって怠慢することにしましょう。全然こっちに来ないんですけど。なんで？狙われにくい機体も持ってないわよね。仕方ないからこっちから出向きましょう。執行者さんが一人で戦ってるわね。なんで当たらないのよ。
いつも誰かしら全力で走ってくるからこんな戦い方したことないのだけど、とりあえず一発殴って気づかせないと。よしこれなら当たる。なんででもおかげでようやく気づいてもらえたわ。ここからが腕の見せ場だ。しまった。成功砕いてたせいで優勝が遅れたわ。無駄な被弾。とりあえず一旦敵集団から距離取りましょうか。1回目の合体が来るまでは特に距離回避には注意が必要。マップに謎のデカめオブジェクトが置かれてるから引っかかりや早べ敵の武器見てなかった。うへ。このやりこたいね。今の攻撃は後ろ疾走だったわ。1ヶ月前にあれだけ戦ったのにもう忘れた？いや1ヶ月も経ってたら当然。いつも新鮮な気持ちで戦わせてくれる深き夜最高ね。ダッシュ機は重装で姿勢低くすれやば早すぎた？危ない危ない。全然タイミングがつかめてないわね。そしてようやく1回目の合体。いつの間にか味方が救助も済ませてくれてるわ。合体中は攻撃もしにくいし、あんまりやることがないわね。1人落ちたけど携帯変化の時に救助できるはず。一旦は距離取って様子見ね。あ。向こうまで行くのは、さすがに無理そう。蛇行突進は距離取ってちょうどジャンプに合わせて回避が楽ね。なかなかそううまいこと位置取りできるわけじゃないけど。とりあえず1ゲージの味方を救助しましょう。もう一人はちょうどハルモニアが集まるところ？しばらく救助はお預けかな。さっきは散々だったから今度こそ。よし当たった。もう一発。とどめ。危な、重装モーションで回避できたわ。このまま2人で連続処理続けられるか。これは斧槍だから後ろ疾走。私狙いじゃなかったからいらなかったけど。それにしてもやっぱり私狙いのもう一体やった。あなたの筆工者さん狙い？あ、タゲ入れ替わったのね。ようやく基本ルールを守ってくれたわ。一旦は他の個体としっかり距離取りましょう。おとなしくなった？そっちが来るのね。ちょっと敵集団と位置が近いかも。よしこれだけ離せば安全でしょう。そろそろ攻撃しましょう。連続ダッシュ機が一番嫌。敵の武器チェックも忘れずに。と言っても後ろ疾走ダメなのは槍個体の連撃だけ。この槍と土は離れるだけだから楽ね。攻撃は槍が一番しやすいけど。できればこのまま瀕死の味方の方へ近づきたい。そろそろ敵集団も距離離れたでしょうし。そしてこれが真の重装指定酒。これができるから救いの機種は楽なのよね。重装だけじゃなく回復もできるしそもそも右に歩いてるだけでダッシュ機は当たらないのよね。これが私の手の低さによるものなのかは知らないけど。最初はちょっとパリーも練習したんだけど、重装で避けながら攻撃できるならいらないということを悟った時は悲しくなったわ。後で消えなくなったからなおさらね。パリーは自分がホストじゃない時に少しタイミング変えなきゃいけないのも面倒。あれ？追っ手が来なくなったわね。今なら救助いけるかどうか。これは紛れもなくピンチ。周りに敵がいないのはいいんだけど一人は来てくれないと何もできないんだけど。あ、来た。あなた味方の瀕死ゲージの裏に隠れるなんて、考えたわね。味方逃走だしこの辺りで削って合体状態に持ち込んだ方がいいかな？確か次の生体以降は HP50% だったような。もう少し削ればいけるわね。その場のモーションに連付が一番怖い。あと一発だから強引に行ってもいいかもだけど、基本の立ち回り変えてのオリチャーはろくなことにならないから。よしここね。可能ならアーツで救助したいんだけど、わざわざ敵の多いところに突っ込んでまでやる意味はないのよね。合体さえさせればなんとかなるし。よしもう一発。ここでオリチャー発動。ちょっとごごく。やっぱオリチャーはダメ。本をおろそかにするとこうなるという悪い例ね。そしてようやく携帯移行。救助の時間ね。これなら殴り救助もできそうね。
正直塚に攻撃回避でのゲージ増加分とかがもったいないから使いたいんだけど、まあさすがに温存できるなら温存した方がいいはず。ようやく3人になれたわ。蛇行突進ね。その技ももう見切ってるわ。この位置なら足。あれ？しかもジャンプ転向しない？なんで？こっちの技は本当に見切ってるから。ジャンプ。余裕だったわね。またジャンプ転向しない？即最後の大技？この位置は、避けきれないわね。耐える？回復する？いやむしろ最悪死んだ方が、耐えなかったか、でもすぐ救助してくれるはず。聖杯1本で済むからこの方って瀕死時 HP 低下。聖杯1本で済まないじゃない。完全に忘れてたわ。まあ3分生き延びれば瀕死ゲージはチャラよ。それよりもさっきの合体形態時のジャンプしなかった問題。葬儀屋ちゃん検証しておきなさい。私に非がなかったことを証明するのよ。どうも、葬儀屋ちゃんです。まず蛇行突進ですが、ターゲットは復讐者ちゃんさんではなくセバスチャンだったようですね。セバスチャンがやられてターゲットが消えたからジャンプしなかったようです。タゲされてないのにわざわざ当たりに行ってて面白。次の直線突進 &2 連硬派ですが、1回目の硬派でカリボ音調が発動してますね。音調の効果でタゲの復讐者ちゃんさんを見失ったからやはりジャンプしなかったみたいです。以上です。ご苦労葬儀屋ちゃん。つまりセバスチャンとカリボ音調発動時の見えづらさが悪いということね。私は悪くない。実際カリボ音調って結構わかりにくいわよね。前々回のストラゲス戦でも編集時点ですら発動したことを見逃してたわ。追跡者さんの第6巻ぐらいわかりやすくしてほしいわ。戦闘の方に戻ると現在味方1人落ち、分散して撃破中。何？急に向こう行った？執行者さんが救助してたからか。でもすぐ同じ状況。分裂中に救助するとこんな遠くにまでヘイト集めるの？知らなかったけどやっぱり救助は形態変化時に限るわね。3ゲージでも殴り救助できるくらいの猶予が与えられるしここは切りましょうか。いい加減余剰ゲージ蓄積分がもったいないし。それにしても執行者さんはよく分裂個体と戦いながら3ゲージ救助したわね。さすがにアーツは切ったんだろうとは思うけど。またリーチが足りなかった。また一人になっちゃった。アーツも今使ったばかりだし。次の合体は、HP 残り2割以下だったはず。これウィキには HP50% 以降は1陣経過で合体って書いてるけどさすがに間違いじゃないかな。ソロでやった時どれだけ待っても合体しなかったのよね。自分の経験を信じてここは一人で2割まで削りましょう。残り1発だけどオリチャーは発動しない。チャートは守るものじゃない。チャートに守られてるのよ。抵抗もまだ十分あるわね。倒したばかりの個体が走ってくるのはいい状態よ。しっかり他の個体と距離が取れている証ね。2体目も処理完了。でもやっぱり一人でボスゲージの方はなかなか削れないわ。あと2体ぐらいかな。別の個体が走ってきたわね。今日初めての土個体。光攻撃は温まってないから美味しい。土個体の連撃は離れるだけだから楽。攻撃チャンスにはできないけどね。それより合体まで削るより先に温まる？だったら救助しに行くのもありだけど、味方の位置次第ね。こっち側は敵だらけ。もうこの辺りでとどまって同じ個体で削りましょうか。倒すたびに攻撃バフが蓄積するからちょっとリスクもあるんだけどね。ようやく3回目の合体。この隙に救助は、ちょっとできなそうかな。一旦やり過ごして分裂への移行時にしましょうか。合体時最初の槍の雨は自分一人だけの時は方向が大体決まっていて、ほとんどの場合正面右側に向かって撃ってくるのよねなぜか。だから左の方に移動しておけば安全。ちょっと待つ橋は怖いけど。体を右に傾けたら蛇行突進。この距離ならちょうど途中のジャンプに合わせて回避できるわ。これが一番簡単ね。
中途半端な距離だと失踪する方向をしっかり見極めないといけないから大変。直線突進はある程度離れてれば大丈夫。この距離はちょっとまずい。危な、ギリギリだったわ。後ろに避けたら後派も無視できるから楽。後派の後はこっちに向かってジャンプ先行してくるからハルモニアに密着しておけば避けやすいわ。後派打つ時に少し前進するのにも注意。あと直線突進は距離近い場合は右に疾走で回避ね。というわけでようやく味方の元にたどり着いたわね。これならアーツも必要ないわ、なぐりでいける。赤ハルモニアは私のアーツがいけないわね。よし立て直し完了。ちょうど集まってるし試しに連携ムーブでもやってみる？紅葉バリアもあるし。よし囲んで叩きましょう。オッケー、大事なのはここで距離取ること。その場で戦い続けるのは握手。こっちよ。2回の単独救助で私への信頼も高まっているはず。そうよね。こっち来てくれないかな。そこは危ないよ。お、来てくれた。ガッチャさんがバフを巻きまくってくれるのが心強いわね。HP もあとちょっと、もう削り切っちゃいましょう。あ、外した。ナイス。やっぱりうまくいけば連携ムーブは楽だわ。もう残りあと1体分ね。アーツも切っちゃおう。あ、この音は合体？やべ。削り切ったのね。やったー。イエイイエイイエイイエーイ。ふぅ、最後合体で消えるギリギリだったわね。合体されたらアーツが完全に無駄になるところだったわ。ありふたまタリムアイ。これでとりあえず深き夜でも全部のボスを倒せたわ。私の物語もこれで復讐者ちゃんの次回作にご期待ください。ご視聴感謝、また見てね。それにしても強化ストラゲスいつになったら来るのよ。いつまで木曜の朝そわそわし続けないといけないのかしら。